この世とか宇宙とかなぜ存在するのでしょうか。いい年してバカみたいな質問をして申し訳ありません。全然バカみたいな質問とは思いませんね。その年になっても疑問が湧いてくるっていうことが素敵だなと思いますね。年を取っていくとだんだん何でも知ったような気になってしまってるんですけど、実は知らないことだらけだっていう。で、これどうなんだろう、これってどうなんだろうっていう、そういう気持ちがある、好奇心があるっていうことは、むしろ、それが若さなんじゃないかなと思うんですけど。よくお坊さんをしていると、この世とか宇宙とかこの世はなぜ存在するんでしょう。そういう話ってやっぱり出てくるわけですね。おそらく無記と言って、お釈迦様であればお答えにならないんじゃないかなって思うような質問です。何でも質問したら答えてくれるかって言ったらそうじゃなくて、お釈迦様の質問に対しての答え方っていうのはですね、いくつかあって、例えば一つは何か質問されたことに対して、すぐにこうですよって答える。で、その他に何か質問されたことに対して、もっと掘り下げて逆に質問を投げかけられる。で、そして自分で考えさせるっていうような質問に対する答え方もある。あるいはやりとりをして、何度かやりとりをしていって、そしてその質問に対しての回答に導いていく。そして答えないっていう。それがお釈迦様の質問された時のスタンスなんですけど。例えば、この世とか宇宙とかなぜ存在するのでしょうか。これに対してお釈迦様はどうお答えになるかはわかりませんけれども、私が答えるのであれば、この世とか宇宙とかなぜ存在するのでしょうかと私たちが考える前から存在しています。そうですよね。それはなぜって私たちが考えなくても考えても存在してるんですよ。実は私が大学の卒業論文で書いたのはこういう存在っていうことに関してちょっと論文で書いたんですけども、我思うがゆえに我ありというデカルトの言葉がありますよね。でも仏教は違うんですね。禅っていうのは違うんですね。我ありゆえに我考える。どのような経緯でこの宇宙というのは誕生したのかということはもう科学者たちがいろいろと研究をして解明してますよね。でも私たちが何かこのなぜ存在するのでしょうかっていうことを考えたときに、何かこの神みたいなものを想定したり、この世が存在している理由みたいなものを考えたりというところに来ますね。で、これはどこまで行っても結論が出ないんです。そう。けれども、事実を見るならば、我思うがゆえに我ありではないんですね。我あり。それが先。ゆえに我思う。考える。ということなんです。それを、この世が出てきた理由とか、この宇宙が存在する理由みたいなものが分からないと私たちは生きられないかって。関係ないですね。生きられるわけです。それよりももっと大事なことは何か。この世でいかに生きるかってことです。この世でいかに私たちは今日生きるかって、こっちの方がよっぽど大事でしょっていうのが、昔から変わらないこの問いに対しての前者の答えなわけですけども。本当にその通りだ。であってね。私が何かここで、こういう理由で、この世は存在するんですよ。なんて言うもんなら、この SNS の世界ではもうバンバンいろいろね、対応書違いますよ。何言ってんですかとかね。いろんなことが来ます。ね。そういうことで何か一つの炎上を作りたいんであれば、そんな話も私もしますけれども。私の結論は、
我思うゆえに我ありではない。我ありゆえに我思う。ね、この世、宇宙、なぜこれが存在するのですか。そんなことをもう前から存在してたんですね。そう。いろいろと、それは科学者が、この宇宙がどうやってできたのかって、こういう話は私も興味ありますけれども、なぜ存在するのかって言われると、そりゃ、わかりませんね。そしてまた、それを知らなくても、生きていけるし、むしろ、そんなことを考える前に、やらなければいけないことっていうのがあるので、そのことをやっていくって。そのような時間の使い方を今はしています。けれども、こういう質問が決してバカみたいとは私は思いません。何度も言いますけれども、いろんなことを思う。いろんなことを考える。これが人間ですね。そう。でも、そうやっていろんなことをなぜなんだろうって思っている中で、私もそれを大学生の時に思って、論文で、なぜね、この宇宙は、地球は、この世は存在するのか、なんで自分は存在するのか、っていうことを、私は論文でずっと書いていって、でそんな話をですね、よく当時の大学の先生付き合ってくださったなと思うんですけれども、後に駒澤大学というところの学長をなさる奈良孔明先生という先生が禅味の先生として最後ついてくださったんですけども、最終的に私が至って提出した結論というのは、我ありゆえに我思うっていう何か自分のそういった問題意識に対してのね、自分なりの結論っていうものを、この存在についてね、過去の前者たちが、僧侶たちがどのようにしてそれに取り組んできたのかっていうことを研究していったんです。で、その答えとして、我考えるがゆえに我あり、我思うがゆえに我ありではなくて、我ありゆえに我いろいろ考える。我ありゆえに我悶々と悩むんですよ。ね、どっちが先かって言ったら我ありが先。でもここが分かると、その後悶々と考えたり、いろいろ考えたり、ということで、いたずらに時間を過ごしている自分っていうのがね、なんか、はっきり見えてくるんですね。ということで、この世とか宇宙とか、なぜ存在するのでしょうか。それは、私にはわかりません。けれども、そんなことを思ったり考えたりする、もっと以前に私たちは存在していたって。それよりも大事なことは、今日どう生きるかって。そのことを諦めなければ、あっという間に本当に大切なことを諦める前に年を取って死んでしまうということが先人たちの教えであり、それが確かにそうだなというのがですね、非常に腑に落ちて思うこの頃です。